こんにちは、T です。今回は古着カーディガンで作るルームブーツです。我が家はエアコンがあんまり効かなくって作業中がとっても寒いので、あったかいルームブーツを作りました。事前にお断りを入れておきます。あくまでもこのルームブーツは椅子に座って作業する時の冷え取りブーツです。あちこち歩き回る家事や炊事、階段の上り下り等には向いておりませんので、じっと座る作業以外には使わないでください。それでは材料です。着古したカーディガンまたはセーター、着古した綿素材のプルオーバー、こちらは中敷き用に用意したセーターの切れ端です。それからフェルト底です。周囲に編み入れるための穴があります。サイズ調整をここを使って行いますが、できるだけご自身の足に合ったサイズを選んでください。ちなみに私は 24.5 センチ、ちょうど良いサイズがなかったので、毛糸で周囲を水増しします。11ミリと18ミリの縁取りバイアステープ、必要な長さをご用意ください。それから幅15ミリのハーフバイアスの伸び止めテープ、仕上がりを左右するので必須です。型崩れしにくくなります。このようにちょっと引っ張っても少ししか伸びません。それからお好みの色の毛糸を2本取りで編めるように2つに分けて巻き直しておきます。編み針は4号と2号を使います。フェルト底のかかとから毛糸を編みつけていきます。サイズ調整しなくてもいい人は、ここはひたすら増し目なしの細編みを2段編んでください。今から編むのは底の面積を増やすための編み方です。糸をかけたら細編みを1目と鎖編みを1目編みます。この時に端っこの糸は一緒に編み込んでしまいます。編み始めから5つ目のところで2目編み入れます。編み始めの手前まで細編みで編んでいきます。編み始めの手前3目の位置で2目編み入れます。編み始めのところで1目編み入れます。
最初の細編みに針を入れ引き抜き編みをします。これで1段目が終わりです。2段目、3段目は増し目なしで編んでください。2段目の最後になります。ここから3段目です。3段目は編み地が立ち上がる段です。カップ状に編み上がります。3段目の最初で引き抜き編みをし編み終えます。糸端を8から10センチ残してカットします。端糸は毛糸針を使って編み地の中をくぐらせてください。編み終わりましたら編み地の表面を外側に向けて揃えておきます。次に袖の中にフェルト底を入れてブーツ丈を決めていきます。私はつま先に模様を入れたかったのでこの位置に待ち針を留めます。つま先の位置が決まったらかかとにも留めてください。底を外してカーディガンを平らにしたらつま先部分がボックス型になるようにかかとからカットします。もう片方も同じようにカットしてください。袖口を重ねて左右のカットした部分を揃えます。
ハーフバイアステープをカットしたところに貼っていきます。これで縫いながらほつれるなんてことがなくなって、ブーツの形も安定します。つま先側の上半分を端から 8mm の位置で並縫いします。糸を軽く引き絞り仮留めをします。つま先、次にかかとの順番で待ち針を打ちます。かかとの位置は袖下のつなぎ目の部分ですね。ギャザーをつま先に寄せ、全体の形を決めていきます。この時点でニットが余っていたら糸を引いて形を整えます。つま先とかかとの位置に糸印をつけます。形が決まりましたら、縫い縮めた糸はそこで玉留めします。カットした部分を縫い縮めた状態でバイアステープでくるみます。縫い方はニット地におすすめの半返し縫いです。今回の重要なパーツ、ふわふわの中敷きです。フェルト底を使って型を取ります。後から形を整えますので、少し大きくカットしてください。コットンの古着も同じようにカットします。ウール地2枚の間にコットン1枚を挟んでいきます。
私はさらにふわふわを求めてウールを1枚プラスしております。3枚揃えて作りたい足の大きさにカットします。ざっくりでいいのでブランケットステッチで縫い合わせておきます。こちらも同じくバイアステープでくるみます。手持ちの材料の 11mm 幅のバイアステープを使ったら祭り縫いができなかったんですね。なのでブリックステッチで縫っております。分厚く作りたい時は 18mm 幅のバイアステープを使ってくださいね。これ幅が狭くて本当に縫うのが大変でした。はい、中敷きができました。ちょっとそこに合わせてみますね。大きさもちょうど良いようです。糸印の位置で待ち針を打っていきます。つなぎ合わせにはかぎ針2号を使います。縫い合わせの位置はバイアステープの少し下です。一度試し縫いをしたんですが、この穴が開いている位置になります。
糸端を持ってブーツの中に手を入れます。適当なところから針を入れ、内側から糸をかけます。ここは編み針をハーフバイアスに通すのが難しいです。本当はもっと細いかぎ針をおすすめしたかったんですが、毛糸を引き抜くことができる限界ということで2号を使います。少し拡大してみました。今内側で糸をかけています。引き抜いたら隣の編み目に針を入れます。この部分ですね、ものすごいめんどくさいんですけれども、出来上がるとなんか達成感がありますね。毛糸で編みつなぐと隙間がなくっていい感じです。最初の編み始め位置に戻りましたら、8から10センチ糸端を残してカットします。糸端は内側に潜らせます。内側の糸端は一度結んでから編み目に巻きつけてカットします。中敷きをセットして表に返します。このままでは緩すぎて履けないので形を整えます。足の大きさ以上に余った部分をフィットさせます。
外向きに畳み込み待ち針で留めます。できるだけ足にフィットさせてください。外側も同様です。それでは縫い留めていきます。待ち針で留めた位置をプリックステッチで縫い留めていきます。縫い糸はコットン糸を使っています。端まですべて縫い留めます。この部分は糸玉が編み地をすり抜けやすいので、何度か返し縫いをしてしっかり留めます。内側に折り込んだ部分も同様に縫います。内側に手を入れて折り込んだ位置を感触で確認しながら縫っていきます。もう片方も縫っていきます。はい、完成です。思った以上に暖かくって人によっては暑いと感じるかもしれないです。時間を忘れて椅子に座って作業をするような人に向いていると思います。すでにルームシューズをお持ちの方は中敷きだけでも作ってみるとだいぶ違うかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回。T でした。